週末引き寄せ。こんなタイトルの本ですから、引き寄せについてはなんとなく知っている。もしくは、引き寄せに興味がある方が読んでくださっているでしょうか。どうして週末なの？引き寄せと週末にどんな関係があるの？頭の中にハテナマークが浮かんでいるかもしれませんね。もしかしたらあなたも仕事や友達との約束などで普段は忙しくされていて、疲れているから引き寄せなんてやってられない。目の前のことで精一杯。引き寄せはなんとなく知っているけど、時間やお金に余裕がないから私には無理。いつも仕事や家事に追われているから自分が理想を叶えるイメージが湧かない。そんな風に思って過ごされているのではないでしょうか。でも、そんなあなたにこそ、引き寄せの魔法とそれを実現するちょっとしたコツをお伝えしたくて、この本を書きました。どんなに忙しくても、今いる場所でこの週末にできるちょっとした魔法、それが週末引き寄せなのです。そもそも引き寄せの法則というのは、自分の内面の状態が実際に起きている現実を引き寄せるというものです。そして大事なのは、この内面って実はほんの少しの時間があれば自分自身の意志で変えられるものだということです。あなたは週末にどう過ごしていますか？携帯でただただ動画を見る、ストレス解消に買い物をする、平日の疲れを癒すなど、なんとなく過ごすだけで週末を終えていませんか？でも、お家で、カフェで、ちょっと特別な場所で、ただ自分を思う存分心地よくさせてあげるだけで内面を変えることができるのです。そんなことで引き寄せができるの？と思いますか？この本ではその秘密についても明かしていきます。ここで少し私自身についてお話しさせてください。私は数年前に独立し、企業からご依頼をいただき仕事をしています。スピリチュアルの分野を専門にしているわけではありません。平日大きなプロジェクトに入っている時には、ひっきりなしに仕事の連絡が入り、バタバタと慌ただしく、引き寄せのことなんて忘れてしまいそうになります。そんな中でも週末を活用した結果、収入が5倍になり、理想の条件をすべて満たす男性と付き合うなどと、仕事、恋、夢、とびきりの理想を引き寄せてきました。あなたも今週末、ちょっと自分の内面と向き合って引き寄せにチャレンジしてみませんか？そうすれば、きっと週明けには見える景色が変わるはず。さあ、一緒に新しい人生の扉を開きましょう。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は、週末引き寄せ。普段忙しい人が最高の人生を最速で手に入れる魔法という本をご紹介します。皆さん、いろいろなものを引き寄せてますか？何引き寄せたいのは山々だけど、実際問題、日常生活が忙しくってそんな暇がない？わかります。わかりますよ。日々の家事や育児、仕事などで手一杯で、そもそも平日は自分の時間もあまりないし、たとえ時間があってもなんだか疲れてて、スマホを眺めて終わっちゃったり。そして何かを変えたいのに変えること自体もできていない私、ダメだな、なんてネガティブスパイラルに入っちゃったり。そんな方々に朗報です。平日じゃなくて週末にだけ思いっきりいい気分になることで、自分史上最高の現実を引き寄せる方法があるというんです。毎日って言われたらきついところがあるけれど、週末で変われるんだったらむしろやってみたくなりませんか？著者はさやかさん。いわゆる普通の会社員だったさやかさんは5年以上毎日のように成功哲学、自己啓発、ビジネス書、心理学、脳科学などの本を熟読し、その内容を参考にある時嫌なことを全部やめ、好きなことやワクワクすることに時間と労力を注ぐと、いい気分でいるの2つを徹底し始めます。すると
いろいろなものが好転し、まるで魔法にかかったようにチャンスや出会いが引き寄せられ、たった1年で望んでいた仕事、恋愛、お金、健康、ライフスタイルが手に入ったというんです。本チャンネルでも以前、この体験を書籍にまとめた、今更だけど引き寄せちゃったという本をご紹介させていただいていますが、この本もあっという間に重版が決定するなど、なんだかいろいろなものを引き寄せちゃっているみたいなんです。そんなさやかさんが特に週末に心の底から自分がいい気分にいられるようにしてあげることで、自分にとって最高のものを引き寄せる方法を教えてくれているのが本書なんです。想定もめちゃめちゃ可愛いですし、なんだかとっても気になりますよね。本動画ではこの本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。願いはどうやって叶っていくの？週末引き寄せで願いが叶うということについて説明する前に、なぜ引き寄せがうまくいかないということが起こってしまうのかについて、私の解釈をお話ししていきますね。そもそも引き寄せの法則とは何か。これは波動が〇〇だから、宇宙が〇〇だから、などといろいろな説明がありますが、結局私たちの生活の中でどの瞬間にもいつも働いているものです。多くの人が認知するまで、まだ科学的な証明がされていなかったとしても、きっと引き寄せとは私たちが人生の中で何度も何度も見て、聞いて、体験してきたことがある視点から解釈され、言語化されたものに過ぎないと私は思っています。他の人のことをちょっと思い浮かべてみてください。いつもダメを引き寄せちゃうのと嘆いている女友達が、どこかもともとダメを引き寄せるオーラをまとっている感じが、ダメな部下ばかりと言っている上司の部下は本当に全員ダメになっている。こんな風にあらゆる出来事はそれを引き寄せている本人に原因がある。その原因の根本は性格とか環境とかルックス、今までの努力量とかそういうものではなく、今この瞬間その人の内側から発せられているもの。したがって、ただ髪型を変えるとか、言動を変えるとか、努力をするなどといったことをしても、うまくいくケースもあれば、うまくいかないケースもある。本当の本当に出来事を変えようと思ったなら、本人の根本的な部分、つまり内側を変える必要がある。そして、内側を変えた先に起こってくる現実は変わり出す。それが引き寄せの法則です。そして私たちの内側にあるものの根源はエネルギーや気のようなものだと定義すると、自分にとっていいものを引き寄せようと思ったら、まず自分の気を良くしようということになるわけです。この気ですが特別なものではなく、もともと気を気分として感知、解釈できるというのが私の考えです。そしてこれを引き寄せの理屈に当てはめると、いい気分になれば気のいい状態で、気のいいものを引き寄せられる状態となるわけですね。観念、思考、言葉、行動のずっと根本にあるものが気なので、いい状態で気が流れることがいろいろなラッキーを引き寄せる近道というわけです。では、どんな時に気が滞って巡らなくなるかというと、私たちが不安になったり、恐れたり、自分を否定したりするとき。ということは、自分の中の気が一番いい形で流れている状態、自分史上最高のいい気分として感知される状態が本来の自分で、余計なことをしなければ自分史上最高のいい気分でいられる。自分史上最高のものが引き寄せられる
というのが私の解釈です。もう自分の外側に原因や正解を探さない。全部自分の内側、自分の持っている観念や思考、ハートの感覚を原因とする。これからは 100% 自分の世界に自分で責任を持って生きていく。これを心の底から決意するだけで、私の場合は生きることがものすごく楽になり、いいことが起こるスピードがめちゃくちゃ速くなりました。外側の出来事に毎回反応し、外側を変えようとしているうちは、どうしても自分史上最高ルートを引き寄せる体質になるまでに時間がかかってしまいます。したがって、週末の自分時間を使って現実を変えていくためには、環境や他人のせいにするのはやめて、すべては自分が引き寄せていると断定することが大切。まずは、この立場に立つことが、週末引き寄せを成功させる原則です。引き寄せがうまくいかない理由。ここまでの話は分かっているという方もいるかもしれませんね。ではその上で、いい気分でいても引き寄せがうまくいかないとしたら、それはなぜでしょうか。私が思うに答えはたった一つ。心の底からいい気分じゃないからです。ではなぜ心の底からいい気分じゃないということが起こるのでしょうか。原因は大きく3つあります。1、自分のハートの感覚が分かっていない。これは自分の心の奥底の本音をキャッチできていない状態。頭でっかちになり、ハートの感覚を使っていない状態です。これは外側に起こる出来事に意識を向けすぎて、今まで自分のハートに意識を向けられていなかっただけ。大丈夫。すぐにうまくいきます。2、自分のハートの感覚を何らかの理由で無視している。これは自分のいい気分をそこまで重要と考えていないケースが多いと思います。言うなれば理想を描くこと、好きなことをすること、引き寄せるためのワークやメソッドをすることなどの行動を重視していて、ハートの感覚であるいい気分は行動の結果に得られるものだと認識している状態。例えば、ベンツが欲しい。手に入ったらいい気分になれる。ベンツが欲しい。手に入ったらいい気分になれる。とずっと願っているような状態です。この場合、自分のハートの感覚はまだベンツが手に入っていない不足感なので、本当は心からいい気分ではありません。あるいは、ベンツに乗っているところを想像しているときはいい気分になっても、その後、どうせ手に入らないと嫌な気分になっているケースもありますね。これも結果はいい気分ではありません。そしてここからが引き寄せの本質であり、私が最も面白いと思っているところなのですが、ベンツ1台は今の自分が頭で描ける理想としては素晴らしいものだったとしても、自分史上最高のものではないかもしれません。その人に本当にしっくりくるのは、実は BMW かもしれないのです。もっともっと素晴らしい可能性があるなら、それを享受したくありませんか？こうなった時に自分史上最高のいい気分という概念が出てきます。ベンツが手に入った状態などと限定せず、あらゆる理想をすでに叶えてしまった時の最高の感覚に、まさに今なってみるのです。ずっと満足感が続く感じ、安心感に包まれている感じ、体が軽い感じ、心がときめく感じ、そのすべてが詰まっているような感覚、望みのものすべてがすでに叶って大満足している状態。実はこの状態が自分史上最高の自分であり、本来の自分です。自分で自分の可能性を、つまりいい気分をかき消していない自分です。この状態の時、先ほどの引き寄せの理屈で言うと、何かを叶えようとしなくても、すべての自分にとって最高のこと、自分史上最高ルートの展開が勝手に起こる。この状態の時の自分の直感やインスピレーションに従って行動すると、物事がスルスルとうまく展開する。だから、理想を描くことや好きなことをすることよりもずっと、
心底いい気分でいることがすべての理想を叶え、好きなことをする一番の近道というわけなのです。3、自分のハートの感覚はわかるが、いい気分になることができない。これは自分が悪い気分なのはわかっているけど、いい気分に持っていく方法がわからないというケースです。実は、いい気分になろうとすることが間違っているのです。いい気分である、いい気分でいるということがこの場合の正解になります。理想をすべて叶えた状態の自分史上最高のいい気分が自分史上最高の自分であり、本来の自然体な自分なんです。私たちは外側の出来事に反応して嫌な思いをしたり、自信をなくしたりするうちに本来の自分からどんどん逸れていってしまっています。子供の頃の方が幸せを感じやすかったという人が多いのもそのため。だからやることは、ただ余計なことをやめてデフォルトに戻るだけ。そのためには不安なこと、仕事のこと、他人のこと、過去のことなどをぐるぐる考えるのをやめる。今、不安や恐れを手放すだけなのです。海の中で溺れた時に無理に泳ごうとしたり、つかめるものを探したりしなくても、リラックスして力を抜けば、体は自然と浮上しますよね。浮上したら島やボートが見えるかもしれない。同じように、ただ頭の中でいろいろ考えるのをやめてリラックスしていると、おのずとインスピレーションが湧いてきて、やりたいこと、ワクワクすること、どうしても引きつけられることなどが浮かんでくるもの。そして、その流れがスピーディーに自分史上最高ルートを体験させてくれます。いかがでしょうか？いい気分でいることってとてもシンプルなのです。私たちのデフォルトはいい気分です。いい気分になろうとする必要はなく、ただいい気分でいるだけでいい。いい気分にならなきゃと気を張らずに、もやもやと抱えている不安や恐れを手放して、本来の自分を解放してあげるような感覚で、週末引き寄せにチャレンジしてみてください。腹筋を割ろうとか、資格取得をしようと思ったら何ヶ月もかかります。だけど、内面を変えることは、今すぐ、どこにいてもできます。つまり、週末の自分時間だけでも、十分に人生は変えられるということ。しかも、内面、つまり、ハートのパワーを使えば、とても簡単に。この本でお伝えしたい大切なポイント。私の思ういい気分とは、不安や恐れ、現実や他人の心配などのもやもやした雲が頭にかかっていない状態。頭に雲がかからず、胸のあたりがスカッと晴れて生き生きしている状態。頭とハートが素直に直接つながっているような気持ちのいい状態。目の前のことに夢中になったり、何かを味わったり、ぼーっとしたりしている状態。子供の頃には多くの人が感じていた感覚です。これは今持っているすべての理想が叶った時のハートの状態とも言えます。ベースに安心感があり、ハートの状態が満たされていて、今この瞬間、一番ワクワクすること、自分の心に沿うことをほとんど間髪入れずにやっている状態。それは大それたことではなく、ただ足を組むことかもしれないし、パスタを食べることかもしれません。世界がよく見えていて、頭にときめくインスピレーションが時々流れ込んでくる。自分史上最高ルートの引き寄せに必要なのは、そういうハートの状態だけ。このアクションをしなきゃいけないなんてことは、本来自分史上最高ルートの引き寄せには必要ないのです。何かをやらないと幸せになれないというのは、私たちが経験則から勝手に抱いてきた固定観念に過ぎません。あの場所に行かないと、こういうことをしないと、これくらい時間をかけないと、あの人に導いてもらわないと、あのルーティンをしないと、なんてことも本当はない。本当は今ここで自分の力ですぐに全ての理想が叶った時の心の状態、本来の自分のいい気分の状態、幸せなハートの状態になれる。
その感覚は誰より自分自身が知っているはず。いろいろな不安な体験や思い込みが降りかかってくる前、赤ちゃんや子供の頃には持っていたもの。もともと自分自身が生まれ持った満たされた感覚。その状態でいると、自分史上最高ルートは自然と現れてくるというわけです。自分史上最高ルートとは、心の中の自分がマラカスを持って踊り出すくらいにときめく、自分にとって最高の理想が詰まった状態です。決して等身大、世の中にとっては平凡。だけど、それでも自分にとっては上出来といった自分史上最高ではありません。かといって、ベンツ、お城、自家用飛行機、全身シャネル、ブラピと結婚、宝くじで1億円、全部叶う、みたいな理想でもありません。自分にとっての最高のバランスは、ベンツ、田舎の小さなお家、ネットショップを開くことかもしれない。自家用飛行機、ユニクロの部屋着、黒髪が似合う旦那さんかもしれない。この、これと鳥肌が立つような最高のバランスのミラクルが現れるのが自分史上最高ルートというわけです。そして自分史上最高ルートを歩む近道が自分を心地いい気分でいさせる週末引き寄せなのです。それではこれから週末引き寄せの様々な具体的な方法をお伝えしようと思っていたのですが、ちょっと時間が少なくなってしまったみたいです。最後にこれだけ。一人一人が自分史上最高の自分、いい気分の自分、本来の自分であるときに、私たちの人生は不思議ですが自然な形で調和できるようになっているようです。パズルのピースはそれぞれ形が違うけれど、一つの絵にピタリと収まるように。最高にいい気分の史上最高のあなたに、いつかどこかでお会いできるのを楽しみにしています。いつも通りプロローグ程度のご紹介となってしまいましたが、皆さん雰囲気だけは感じていただけましたか？さやかさんの本の素敵なところは、とてもシンプルかつ具体性があるというところ。その引き寄せの根っこは自分にとっていい気分でいること。その裏には様々な引き寄せの知見が詰まっているのですが、コンセプトワードとしていい気分でいることと言ってもらえると、とてもシンプルでわかりやすいですし、振り返ったり見直したりもしやすいんです。そして、さやかさんの実体験や様々なノウハウをベースに、様々なシチュエーションでのいい気分でいる方法、行動、感情、気持ちのあり方を伝えてくれていて、わかるわ、あるあるって言いながら自分ごととして感じられるんですよね。まだ見ぬ概念や新たな方法に取り組むのって、それを理解、習得して実践するまでに時間がかかることが多いものです。ですが、さやかさんのこの自分にとっていい気分でいることであれば、何も難しいことを考えずに自分の感情、気持ちだけを指標にしながら実践していきます。本書のタイトル通り、週末に思いっきりいい気分になるだけでいいんですものね。本書はここから本編である週末引き寄せの具体的な方法へと入っていきます。どれもいつもの生活の中にあるんだけど、ほんの少しの視点を変えるだけでいい気分がプラス1されるようなアクションばかり。でもそれらをいろいろと取り入れると、結果としていい気分の足し算がとんでもない数になっていって、自分史上最高の自分になっちゃうという仕掛けになっています。皆さんもこの週末、本書を読んでワクワクいい気分になってみませんか？興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか？そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は全部で5つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。